こんにちは。金子でございます。ということで、今日なんですけども、最近無性にね、貝が食べたくなってきて、最近というか2日に1回ぐらいは貝が食べたくなるんですけども、早起きできましたので、朝一に行って貝を買いに行きました。ダジャレじゃねえぞ。さあ到着しましたと。いい貝あるかな。狙いはね、ミル貝とかそこら辺でお刺身で食べれる系の貝が欲しいですね。とりあえず一通り見てみましょうか。出たなこれ。1500円、ね、シャチぶり。これね意外とうまかったんだけどな。これよ、これすだれ貝、サザエ、大わさび。これもいいな。これめっちゃよくないですか。これバイ貝と赤貝、この赤貝めっちゃ大きいし、とりあえずこれもらおう。こいつ最近多いよね、これよく売ってる空っぱで。こういう朝のカメラマンって後輩に任してるんですけど、前俺で嫁やと思われてるぞ嫁は市場に連れてこう岩牡蠣が乾かされた。ほら岩牡蠣何これ、何これ、何これ、ムール貝、何これ、岩牡蠣じゃないんだもん。これって売り物っすか、このムール貝ですか。ムール貝でかっ。これ買いたいんですけど、売り物って高いね。全然いいです、全然いいです。あれだ、やばっ、初めて見たこんなムール貝。やばっ、めっちゃでかない。めっちゃ大きいですねこれ。いや初めて見ました。はい、ありがとうございます。やった、岩牡蠣かと思った。今日魚多いね。ここにも混じりがありましたね。これが赤西と月日貝セットで1200円で、これねなんかほおずきなんちゃらね、なんかこれ卵みたいですね。これうんね、冷た貝ですね。あんま触っちゃダメなんですけど、ピンって触るとチュッと縮こまりますよ。これもねちゃんと調理すれば美味しいです。うめえよお前。あだあけちゃんとか、けちゃんも作るから。けちゃん作ってください。ありがとう。はい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 。ありがとうございます。はいはい。ホタテいいね。ホタテ1個200円。ちょっとね、そんなにポコンと大きくはないんですけどね、鮮度が良さそうなんでもらいましょう。はい。ミル貝がないっすね。うわ、地物のハマグリ。ハマグリもありだな。ハマグリください。はい。お。これは貝と言っていいのかな。カメノテ、これももらうか。カメノテ珍しい。これ見たことない人多いんじゃないですかね。都会にはまず売ってない食べ物ですよね。磯とか行くと結構岩の隙間に生えてるんですけどね、このねカメの手みたいでしょ。だからカメの手って言うんですよ。でここを食べるんですよ。ここを剥いてこれ食べましょうか。まあこんなもんでいいでしょ。貝はとりあえず。というわけで帰宅。というわけで本日の食材がこちら。よいしょ。
山盛りの貝っていうことでね、それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。いろんな貝っていうことでね、よりすぐりを買ってきました。一つずつ紹介していきましょう。この大きい巻き貝。これが赤西貝ですね。これ煮付けとかにしてもすごい美味しい貝です。ちょっとアフリカマイマイみたいな。これがね、バイ貝って言います。ちょっとベーゴマに似てないですか？だからバイ貝っていう説もあります。真相はちょっとわかりませんけども。巻き貝は赤西とバイ貝だけですね。で、これね、亀の手っていう、これも一応貝の仲間だと思うんですけどね。これはスーパーではまず見かけないですよね。浜に行けばたくさんあるんですけどね。で、これが僕も大好きな二枚貝、ハマグリですね。で、こちら。これが赤貝ですね。で、これがホタテ。で、今日のメインはこれと言ってもいいんじゃないですか。この巨大なムール貝。こんなでかいのいます？すごくないですか？これ僕の拳より大きいですからね。ムール貝って大体大きくてもこんなもんだと思ってました。で、海外とかにこのぐらいの大きさのムール貝があるのはわかりますけど、まさか地元でこんな大きいのが取れるなんて知りませんでした。海は広いね。はい、というわけで今日はこちらのラインナップでお送りしたいと思います。ほんで今日はね、この前ガンガン焼きやってすごい美味しかったんで、今日はこれに貝を詰めて、今回日本酒じゃなくて白ワインで、白ワイン蒸しでやっていこうかなと思います。で、赤貝はちょっとお刺身で食べたいなと思うんで、これはお刺身を作ります。じゃあまず赤貝さばいていきましょう。まず殻をきれいに洗います。これちょっとダメですね。穴が開いちゃって中が腐ってますね。よし、そしたらさばいていきます。で、こういう風に口が開いちゃってるんですけど、これは傷んでるわけではないんですよね。これ割れ物って言って、漁をした時にちょっと割れちゃったりだとかするんですよね。で、腐ってるやつは、こう匂いを嗅ぐとものすごい匂いがしますんで、すぐわかります。これはね、全然腐ってません。で、紐を切らないように貝柱を外します。貝柱はここですね。付け根に2つついてますんでね、ここを確実に切ってください。で、とりあえず一通りこの状態にします。紐の裏側にナイフを入れて、はい、ナイフが通りました。ナイフが通ったら、ここ付け根に貝柱があるんで、貝柱を2つ切ります。そうするとポコンと外れますんでね。うまそうだなぁ。もう赤貝の刺身大好きなんですよね。で、隙間がなかったら、こう、蝶つがいをずらして、剥くやり方とか、あとね、こういうところに穴を開けて、軽くね、こんな感じに傷つけます。で、そこからこう入れていくやり方とか、好きなやり方で剥いてもらえばよろしいかなと思います。わあ、ちょっと貝紐が切れちゃいましたね。こういう風に貝紐が切れちゃったら失敗。結構ね、赤貝はコツがいるんですよね。こういう風にどんどん剥いていきます。はい、そしたらこのような状態になりました。じゃあこの一番大きいやつからさばきますか。でね、部位ごとに分けるとすると、この丸のところ、ここが溜まっています。これがお寿司屋さんとかに出る赤貝の部分ですね。で、周りについてるこれですね。貝紐ですね。これもコリコリしてうまいです。で、この黒いブヨブヨのところ、これはね、食べれませんので、これを取ります。で、この黒いところの中に貝柱が埋まってますんで、これを取っていきます。まず貝柱の付け根、ここに包丁を入れて、玉を外します。くるくるくるっとね。で、紐の付け根、ここを外します。はい、これで、玉と紐分かれました。そしたらここに膜がありますんで、この膜をピーッと落とします。で、膜を落としたら、この黒のヒレヒレ。これもね、ピッピッピッと落とします。こんな感じ。こっち側も一緒ですね。まず膜を切り取って、で、ピッピッピッと取ります。はい、こんな感じ。これ貝紐ですね。で、もうちょっとね、こうやって黒いところがあったら掃除をして、でね、この隙間に砂が入ってることがあるみたいなので、この隙間に切れ込みを入れて、で、これで最終的に塩もみして掃除します。で、これ玉ですね。玉の部分は、くちばしじゃない方、こっちですね。このぷっくりした方から包丁を入れていきます。こういう感じで包丁を入れていきます。で、開きます。で、開いたらこの黒いところを包丁でこそげ取ります。
で、ここはね、結構刃を立てないと取れません。こう包丁でこそげるぐらいじゃ取れないんですよね。包丁で削るっていうイメージですね。はい、こんな感じですね。ちょっとね、割れちゃってたんで不格好ですけど、こんなもんですね。これも後で塩もみをします。もう一回いきますよ。置いて、ここ外して、くるくるくるっとやって、で、膜を切り取ります。膜を切ったら、このヒレヒレを落とすと。膜を切って、ヒレヒレを落とすと。この細かい作業なんですけど、この赤貝の貝紐ってむちゃくちゃうまいので、ぜひ紐も捨てないで、処理して食べてみてください。で、この玉の方は、こう包丁を入れて、ここら辺で止めて、開きます。こっちの方が綺麗で分かりやすいですね。で、包丁でこう削ります。こっち側も削ります。はい、こんな感じ。これよく見る形になりましたね。はい、これをどんどんやっていきます。はい、このように綺麗に掃除ができましたら、ここにお塩を振りかけます。さっとね。で、お塩で揉みます。で、これぬめりとかを落とします。あんまりやりすぎると塩が中に入ってしょっぱくなっちゃいますんでね。よし、こんなもんでいいでしょう。結構ぬめりが出たの分かりますかね。そしたら洗います。で、ここまでできたら水気をしっかり落とします。で、水気をしっかり落として、そしたら一度これ冷蔵庫で冷やしておきましょう。やっぱお刺身は冷たい方が絶対美味しいので。はい、そしたらガンガン焼きを作っていきましょう。こちらのラインナップでいきますよ。ガンガン焼きのいいところは作り方がとにかく簡単。まずこの一等間ですね。一等間に好きな貝を入れていく。で、これポイントなんですけど、こういう大きい火の通りにくい貝を下に入れるといいと思います。まずはムール貝。ほんと、めちゃくちゃでかいね、このムール貝。こんなのね、ほんといないよ、なかなか。で、これ赤西。で、バイ貝。これバイ貝はね、本当は煮付けにするととっても美味しいんで、2つちょっと試しに食べてみましょうか。で、ハマグリ。こちらですね、亀の手。かわいいですね、これぴょこんと出てて。亀の手も入れて、で、次こちら、ホタテ。ちょうどいいサイズのホタテ。しかもこのホタテわざわざ活かして売ってたんで、刺身でも食べれる鮮度ですね。はい、こんな感じ。そしたらここに、こちら、白ワインですね。たっぷり加えていきます。で、ちょっとピリ辛もあった方が美味しいと思いますので、輪切り唐辛子もパラパラっと入れましょう。そしたら蓋をして、今日はここでやります。カセットコンロでやると、ボンベが熱されて危ないですよっていう声が結構ありましたので、今日はこちらでやっていきます。これなら安全。そしてこれで10分ほど蒸していきます。その間にお刺身を盛り付けていきましょう。お皿に氷。で、煮沸消毒した赤貝の殻ですね。これを乗っけて、今日はつまとかないので、大葉を敷いて、まずは貝紐を下に入れて、で、大きい貝紐も置いて、で、ここに赤貝を並べていきます。1枚、2枚、3枚、4枚。で、この大きいやつは切りましょう。格子状に切れ込みを入れます。こんな感じですね。はい、これで赤貝のお刺身の完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。うわ、いい匂い。たまりませんわ。で、まずはこちらのお刺身の方からいただきたいと思います。これが食べたかったんですわ。お醤油にちょっとつけて、わさびもつけて、いただきます。赤貝はうまいな。口の中で踊るんですよね。こうパチンパチンパチンって。ほんと大好きですね。紐が一番うまいと思ってますからね。うまい。そしたらガンガン焼きいただきましょう。ホタテも丸ごと入れたんで大丈夫かな。砂とかちょっと心配なのはあるんですけど、あ、大丈夫そうですね。こちら、いただきます。甘くて美味しい。ちょっとホタテさんは一回どけて、次こちら、ハマグリ。ちょっと火を通しすぎたんでね、身はちっちゃいですけど、いただきます。うまい。ハマグリは今時期ではないですけど、いつ食べてもうまいね。赤西。有明海の方ではトッポって言いますね。あちちち、あちち。うお。こんな感じです。この尻尾がうまいんですよね。いただきます。うまい。サザエみたいな苦味はないんですよね。で、ちょっとこう頭のところは汚いんで、
うやってペーパーで拭いてあげると、食べやすいと思います。いただきます。うめえ。赤西貝めちゃうまいです。次こちら亀の手。ちょっとサイズはちっちゃいんですけどね、こうやって殻をこうやって剥くと、こういう風に鶏肉みたいな身がぴょこんでありますよね。これを食べるんですよ。いただきます。うまい。癖になる。この見た目からは想像できない味がしますよ。味噌汁やなんかにしてもすごい美味しいですよ。さあ、そしたら次はメインディッシュですね。こちらです。ムール貝。デカムール貝ですよ。どうなんでしょうか、これ。ちょっと中身見えてるんですけど、すげえ。これ、やば。すげえわ、これ。これ貝殻取っとかなあかんな。これです。ブリブリ。これ、すごいな。こっちも多分すごいでしょ。うわ、こっちもすげえわ。ちょっと色がこっちの方がオレンジがかってますね。こんな感じです。なんかちょっとここまででかいと食べるの怖いまであるんですけど。これ。ムール貝の中どうなってるのシリーズ。ムール貝の中はこうなっております。こうです。ちょっとこう、怖え、ちょっと食べるの怖え。ムール貝ってなんか海外では毒素溜め込むって言うし、食うの怖いけど食べちゃう。いただきます。なんだろうこれ。ちょっと俺の知ってるムール貝の味じゃねえぞこれ。腐ってるとかそういう味じゃないんですけど、なんだろうこれ。さっき貝柱のとこ食べたんですけど、次このオレンジのところいただきます。鮭の白子の食感に似てますね。結構カチッとしてる白子。味はそんなにね、ない。ちょっとね、この貝めちゃめちゃ素晴らしいので、いつかこれ磨きたいですね。ピカピカに磨いてオブジェにしたい。はい、ということで今日はこちらのガンガン焼きと赤貝のお刺身ときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの。ゲヨのやつ。ゆっくり注いで立てていく。はい。完璧ですね。はい、七谷さんですね。いただきます。やっぱムール貝はね、あの大きさだから良かったかもしんない。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日は朝市に行って思い思いの貝をたくさん買って食べてみましたけども、やっぱ貝はうまいな。やっぱ定期的に貝は食べたくなるね。にしてもあのムール貝はすごかった。ああいうのって結構いるんですかね。僕初めて見たんですよ。結構うちの地域にはいるよっていう方いたらコメント欄で教えていただけると嬉しいです。というわけで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。